皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。今回は港神戸船の情緒と見送りの際の楽しみ方をお送りしていきたいと思います。はい、今回は、神戸に発着する、旅客船の楽しみ方と見送り方、あとね船の豆知識をお送りしていきたいと思います。まず今流れているのが船のね出港の時の、セレモニーの模様ですね。このような感じでさまざまなイベントが行われております。こちらはね地元の高校の和太鼓部だったと思いますね。見る来るのは料金かかんないでね。でこのような感じで船と見送り方ねなどのからね一体になって楽しんで見送るという形になりますね。で船もねそれに応えるように汽笛を鳴らしておりますね。でねこちらは、中戸って、旅客ターミナルでポートタワーの少し南側のあたりですね。で、2階の方はねお金かかりませんのでね。で最後ねこのような感じで最後のね、止めているロープを外して、和太鼓で見送りながら船がゆっくりと港を離れて行きます。短い汽笛がね3回になったということでこの、ね、港の中でバックまたはね向きを変えるという意味ですね。で今見えているのがねあなたの船の安全の航海をお祈りしますという旗なんですね。で次にお送りしますのが、ポートターミナルですね。神戸大橋にかかるポートライナーの渡るところですね。で今ね、ピースボートという船がね、108日間の世界一周旅行終わりましてね神戸港と次横浜港に向かうということですね。で下船した時にね別れていく仲間とのねセレモニーをやっておりますね。長いね間共に旅をしてきた仲間との別れっていうのもねまたねいいものがあると思いますね。これでみんながね、全身でね、別れを楽しむというかね、別れをね、言い合うという感じですね。でピースボートはね、世界一周150、60までね行けるような船なんですけれどもね、はい、船がねゆっくりと離れていきますね。で汽笛を鳴らして離れていくのもね情緒がありますよね。でここからね一気に船が離れていきます。はいでね、お別れのシーンはこの辺りに置いておきまして次にね、お見送りするにはね船の見どころ知っているようで知らない、面白豆知識ということでお送りしていきたいと思います。はい、先ほどね、出てまいりましたパシフィックワールドというねピースボートの船なんですけども船の前の方なんかね蓋のようなものが開いてました。中にね船を止めておくロープをね巻き上げたり緩めたりするお部屋があるんですね。であれが開いているということは着岸か離岸の間近ということですね。こういう感じで蓋が開いてます。航行時はこれね閉じてます。中にはこのようなね巻き上げる機械が入っているという感じですね。で、後ろの方に向かってねぼちぼち歩いてまいりましたら後ろにね救命ボートが見えてまいりました。こちらですね。で映画のタイタニック号なんかにね有名になりました乗ってる人のね救命ボートの半分しか積んでないというねこの救命ボートを見るね明らかに少ないですよね。でこれね大丈夫かなと思ったりもするんですけどその辺はね大丈夫なんですね。なぜ大丈夫かと言いましたらこの横にねこういうね白い、俵状のね樽のようなものが積んでいます。
こちらがですね、救命いかだというものでして、これを、ね、海の中にポコンとね、投げ入れますと、これが開きまして、ゴムボード上のね、救命いかだというものになりまして、こちら一つで150人ぐらい乗れます。で、この中に1週間分の水と食料が積んでますんで、まあ大丈夫かなと。で、先ほどありましたね、横の救命ボートは、助けをね、呼びに行くためのものなんですね。だいたい片側だけで全ての人がね、乗れるぐらいの、救命ボート、救命いかだの数がございます。なんとなく分かっていただけましたかね。はい、次に船が変わりまして、セレブリティミレニアムっていう船になるんですけども、こちらがね、約10万トン弱の船になるんですけれども、こちらのね、船を見ていただくと、前の方赤い旗が下がってるのをお分かりいただけますかね。で、赤い下のね、下の方に、ピノキオの花のような絵が描いてるの分かりますかね。こちらの方ですね。これはこの船の下の方にこの形のような突起がね、沈んでる、まあ、模型で言うとね、こういうところになります。こういうのがあるので、下を通るね、船はここに当たらないように気をつけてくださいねということなんですね。で、その赤い旗の先端ぐらいまで、そのね、海中の突起があるということですね。これは港に止まっている時しか出してませんので、で、次に、こちらね、NOTUG、ノータグというね、文字が、見えてますけれども、こちらがね、タグボードというね、小さな船で、船が着岸または離岸するときに引っ張ったり押したりするんですね。そのタグボートが、ここを押したらダメですよっていうのがノータグ。で、押してもいいところですっていうのがこちらのね、タグっていうところを押してくださいという意味になるんですね。で、こちらのね、下の方に、窓のね、桟橋のすぐ横に、こう、黒い車が止まってまして、窓のところに、パイロットっていうね、看板が窓にあります。こちらがですね、水先案内人という方が乗る車なんですけども、水先案内人というのは、船の船長さんがね、世界の港の、形状というのを全て把握することはできないので、この水先案内人という方が、港の外からね、岸壁まで安全に船を航行するためにね、こういうルートを通ってくださいというナビゲーションをするね、方が水先案内人。その方がね、船を降りて事務所まで帰るための車がこちらのキャプテンっていうね、看板のついたものになります。次にこちら、ちょっと見にくいんですけども、お好み焼きのコテのような絵が描いてます。こちらがフィンスタビライザーというもので、海の中にね、翼のようなものが飛び出ております。今はね、着岸してるとか収納してるんですけどね。で、模型で言うと、この小さな翼ですね。で、こちらを拡大しましたら、こんな感じになりまして、このね、翼、港止まってる時格納してね、この翼を、上下することで、船のね、横揺れを防ぐというものなんですね。で、大型客船もね、本当に横揺れがしないで安定して走ることができるというものですね。で、次に、丸にバツが書かれたマーク見えますでしょうかね。海面スレスレのところにね、3つほど丸にバツがあると思うんですけども、この下にね、船が横に移動するためのサイドスラスターというものがついてます。このね、下に3つをね、横に動かすためのプロペラがついてます。このね、3つの丸がある場合は、プロペラがね、3つついてる。4つあれば4つついてるっていうね。で、模型で言うと、このね、前と後ろにね、こちらについてるんですけども、ちょっとね、詳しく見ていきましょうか。まずね、前の方を見てまいりましたら、ここのね、位置に、横向きのプロペラ、スラスターっていうものがついております。で、後ろにもね、同じようなものがついてるんですけども、船によってはね、スクリュー自体が横に向くものもありますんで、すべてね、後ろにこのスラスターっていうものがついてるかどうかはわからないですね。で、この船がね、離岸するときにここからね、水の海水がボコボコボコと出てくるので、離岸する前ね、このマークのところを見ていただくと割と面白いかもしれないですね。最後に、船にはパナマとかバハマといったね、国籍の船が多いんですけど、なぜかと言いますと、これらの国はね、船などにかかる税金がとっても安くて、船を所有する会社のね、本社をこの国に置けば、税金をね、安く抑えることができる、税金対策ができるんですね。そのことによって、船をね、に乗る方の運賃を安くしたりであるとか、サービスをね、充実していったりすることができるということですね。今回は神戸港に関わる
船の豆知識をお伝えしました。その他にもね、いろいろ面白い豆知識ありますので、またね、神戸港に来て、私をね、見つけたらお声かけてください。わかるかどうかわかんないですけどね。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。またね、チャンネル登録、高評価ね、よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いするまで、さようなら。